今日は豚しゃぶサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は豚しゃぶサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回は今の季節にぴったりなさっぱりとした美味しい豚しゃぶサラダを作っていきます。お肉は水っぽくなく、さらに柔らかく仕上げる方法をご紹介していきます。そしてサラダにかけるドレッシングの作り方もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉を茹でるときに使う材料からご紹介します。材料はこちらです。豚のしゃぶしゃぶ用のお肉、お砂糖、塩、料理酒、だしの素、こちらの材料で作っていきます。まずですね、今回使う豚肉なんですけれども、部位はロースを使っていきます。こちらはお好みの部位を使っていただいて OK です。あとはしゃぶしゃぶ用じゃなくて薄切り肉を使っていただいてもいいかなと思います。そしてあとですね、豚肉を茹でるときにこちらの調味料も一緒に入れて、その中で茹でていきます。そうすることでお肉がとても柔らかくて、かつ軽くお肉に下味をつけることができて美味しい冷しゃぶに仕上がります。続いて冷しゃぶのドレッシングの材料をご紹介します。材料はこちらです。長ネギ、お醤油、お砂糖、お酢、だしの素、ごま油、おろし生姜、白すりごま。ドレッシングはこちらの材料で作っていきます。ドレッシングは少し調味料は多いんですけれども、どれも手軽にある調味料で作れます。そしてその他のお野菜の材料をご紹介します。材料はこちらです。レタス、かいわれ大根、ミニトマト、こちらの3つのお野菜を使っていきます。この野菜につきましてはお好みのものを使用していただいて OK です。それでは早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにドレッシングから作っていきます。こちらのネギですが、これはみじん切りにしていきます。切り方はやりやすい方法で切っていただいて OK です。では切っていきます。このようにね、縦にこうやって何箇所か切れ込みを入れて、あとはクッとまとめて切っていただくと簡単にできると思います。はい、このようにみじん切りにしてください。長ネギの準備はこれで OK です。それでは調味料を合わせていきます。まずボウルにお醤油、そしてお砂糖、お酢、そしてだしの素。今回だしの素はかつおだしを使ってます。こちらをね、昆布だしなどお好みで変えていただいても OK です。まずですね、こちらを軽く温めます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたら一度混ぜて、お砂糖とあとはだしの素をしっかり溶かしてください。はい、OK です。シャリッという感じがなくなるまで混ぜてください。そうしましたらここにおろし生姜、そしてすりごま、ごま油、あとはこちら刻んだ長ネギを加えます。で、このようにね、ドレッシングを少し温めていただいて、その後長ネギを加えると長ネギの辛みを取ることができます。混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。ドレッシングはこれで完成です。ではこちらはですね、粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは今からお肉を茹でる準備をしていきます。今回ね、茹でる方法なんですけれども、お肉は1枚ずつ茹でていきます。ちょっとひと手間なんですけれども、このように1枚ずつやっていただくことでとてもふっくらと柔らかい仕上がりになります。なので作業しやすいようにあらかじめお肉をね、1枚ずつこうやって剥がしておきます。こちらの作業はね、もしお時間がある時はね、やってください。そうすると作業がね、スムーズにいくと思います。ちょっと面倒だなっていう時はこちらの作業は省いていただいても OK です。はい、お肉の準備はこれで OK です。それでは茹でていきます。まずですね、お鍋にたっぷりのだいたい1リットルぐらいのお水を入れてください。そしてここに今回は塩と、あとは料理酒、そしてお砂糖、あとはだしの素を加えます。まずね、今お砂糖を入れたと思うんですけれども、このお砂糖を入れていただくと豚のタンパク質がギュッと固まるのを抑えることができて、柔らかい仕上がりにすることができます。そして塩を加えたんですけれども、塩は水臭さを取ることができます。さらに料理酒はお肉の臭みを取ることができます。そしてだしの素を入れたんですけれども、このだしの素で軽い下味をつけていきます。そしたら軽く混ぜて、
そして火にかけます。火加減ね、弱めの中火です。このままお湯を70度ぐらいにしていきます。70度の目安なんですけれども、鍋底に気泡が浮き出てくるぐらいですね。そのぐらいまでまず温めます。沸騰したお湯でね、しゃぶしゃぶしてしまうとお肉がギュッと固まって硬くなってしまいますので、沸騰したお湯ではなくて70度ぐらいのお湯でしゃぶしゃぶしていきましょう。ではそれまで温めます。はい、今ね70度ぐらいになりました。目安としてはちょっと見にくいかもしれないんですけれども、鍋肌とかあと鍋底にねちょっと気泡がね浮き出てきてるの分かりますかね。このぐらいになれば OK です。濁っててちょっと分かりづらかったかもしれないんですが、こう鍋肌とか鍋底にプクプクプクっとね気泡がね浮き出てくるぐらいですね。そのぐらいまで加熱してください。そしたら火加減弱火にしてください。そして1枚ずつねしゃぶしゃぶしていきます。だいたい1枚15秒から20秒ぐらいですね。あまりこれもやりすぎると硬くなっちゃうので、さっとねしゃぶしゃぶしていきます。ではいきます。こんな感じでね踊らせるようにしゃぶしゃぶしていきます。はい、このぐらいです。今ね15秒しゃぶしゃぶしました。そうするとねお肉も縮むことなくこのように柔らかい仕上がりになります。そしたらねこちらのお肉はこのようにねざるにあけておいてください。では残りもね同じようにしゃぶしゃぶしていきます。これをね一度にやってしまうとお肉が全部塊になってしまいますので、ちょっとひと手間なんですけれども、こうやってね1枚ずつねしゃぶしゃぶしてみてください。お肉の大きさとかにもよるので、だいたい15秒からね20秒ぐらいを目安にしゃぶしゃぶしてみてください。はい、全部しゃぶしゃぶし終わりました。しゃぶしゃぶし終わったものはこのようにざるにあけて少し広げて、このままね粗熱を取って冷ましてください。冷水に浸してね冷やす方法もあるんですけれども、まずね氷水の中に入れてしまうとお肉はギュッとなって硬くなってしまいます。なのでねちょっと急ぎたいなっていう時は常温のお水で冷やすようにしてください。もしねお時間がある時は一番ねこの方法が水っぽくなく美味しく召し上がっていただけるので、このまま冷ますか、もしくはねちょっと急ぎたい時はうちわとかで仰いでいただくといいかなと思います。ではねこのまま水を切りながらお肉を冷まします。それでは続いてお野菜を切っていきます。まずトマトですね。ミニトマトは半分に切ります。こちらのミニトマトの量はお好みで変えてみてください。続いてかいわれ大根です。かいわれ大根はこの根の部分を切り落とします。あとはこちらさっと水洗いしてしっかりと水気を取っておいてください。続いてレタスです。レタスはね手でちぎりましょう。その方がドレッシングなどと馴染みが良くなります。これも適当にちぎります。こんな感じでばらつかせて、あとはこちらも同じようにさっと水洗いして、その後水分をしっかりと拭き取ってください。野菜の準備はこれで OK です。それではお肉もしっかり冷めたので、こちら盛り付けしていきたいと思います。しっかりね冷やして召し上がりたい場合は粗熱を取ってからこの上にラップをして冷蔵庫で20分ほど冷やしてから盛り付けてください。この盛り付け方はねお好みのやり方で OK です。まず器にレタスですね。はい、続いてかいわれ大根を散らします。お肉を乗せていきます。で見ていただくと分かるんですけれども、このようにふっくらとね柔らかい仕上がりになってます。はい、このようにたっぷり乗せました。そしてミニトマトです。そして最後に特製ドレッシングをかけます。上からたっぷりかけましょう。はい、これで OK です。はい、これで豚しゃぶサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉がふわっと柔らかく仕上がってます。そしてネギだれもたっぷりかかって美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。お肉がすっごく柔らかいです。美味しい。なんかこうふわっとした食感ですね。そしてこのドレッシングとすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚しゃぶサラダのポイントです。まず豚肉なんですけれども、今回はしゃぶしゃぶ用のお肉を使いました。こちらの部位はですね、薄切り肉だったりとかお好みの部位を使っていただいて OK です。そしてこの薄いお肉を茹でる時のポイントなんですけれども、少しひと手間ではあるんですけれども、1枚ずつねしゃぶしゃぶしていただくととてもふわっとした柔らかい仕上がりになります。そしてこのしゃぶしゃぶするお湯の温度なんですけれども、沸騰したね熱々のお湯でやってしまうとお肉が一気にギュッ
と固まってしまって硬い仕上がりになってしまいます。なので70度前後ぐらいのお湯でしゃぶしゃぶするようにしてください。目安としては鍋肌とか、あとは鍋底にふつふつ気泡が出てくるぐらいですね。そのぐらいになったらしゃぶしゃぶするようにしてください。そしてこのしゃぶしゃぶするお湯なんですけれども、今回ここにお砂糖、料理酒、塩、そしてだしの素を加えました。まずね、このお湯にお砂糖を加えることでお肉はギュッと固まるのを防ぐことができます。そして料理酒に関しましてはお肉の臭み取りになります。そして塩については水臭さをなくすことができます。最後にですね、だしの素なんですけれども、このだしの素を加えていただくと少し下味がついてより美味しく召し上がっていただけると思います。そして茹で上がった後なんですけれども、氷水とかで冷やすのではなくざるにあけてそのまま冷ましていただくのが一番ね、水っぽくなくかつ食感も柔らかく召し上がっていただけます。どうしてもね、時間がない時は水道水ぐらいの温度で大丈夫なので、そのぐらいの温度の水で冷やすようにしてください。氷水で冷やしてしまうとこれもまたお肉はギュッと縮まってしまいますので、ちょっとね、硬い食感になってしまいます。なのでね、氷水などでは冷やさないようにしてください。ちょっとね、ひと手間はかかるんですけれども、このように茹でていただくととても柔らかくてふわふわっとした美味しい冷しゃぶサラダに仕上がります。そして今回ドレッシングも一緒に作りました。こちらもすごく簡単なので豚しゃぶサラダと一緒にぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚しゃぶサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。